昔鼻をマダニに刺されピアスのようになっていたヘビ屋のひろあきです。今日は驚くとボールのように丸々習性を持つボールパイソンというヘビのダニについてお話をしたいと思います。ボールパイソンを飼育する上で抱えるトラブルっていうのはいくつかあるんですけど、病気になってしまうとか脱皮不全になってしまうとか、なんか餌食べなくなっちゃうとか、卵を産む時にバタバタするみたいな、いろいろあるんですけど、発生しやすいトラブルの一つとしてダニというものがあります。当店でもですね、いつも LINE とかで飼育相談とかを受けているんですが、ダニがどうやらいるらしいんだけどどうすればいいだろうかっていう質問を受けることが結構あります。でですね、これも普通の病気と同じで動物病院に行くとすぐに駆除をしてくれるんですけれども、今日はですね、ダニってなんで発生するのとか、ダニがいたらどうすればいいのっていうことを少しお話できたらと思います。まずこちらはダニとかいない普通の状態のボールパイソンとその飼育ケージになります。でダニがいるとですね、こういうところに黒い点々がなんかゴマみたいな、ゴマより小さいですね。すごいちっちゃい黒い点々があるというのでダニに気づく方が多いですね。あとはこういう水入れの中にその黒い点々が浮いてたりして、これなんだろうというところから始まることがあります。体はね、分かりやすいように白ヘビくんに登場していただきました。何もないわけですね。でもね、何もないから、見た目に黒い点々とかないからといって絶対に安心というわけではなくて、なんでかというとダニっていうのはですね、この鱗と鱗の間に入ったりするわけですね。で見えやすい場合もあるんですけど、それが見えない場合もある。そしてこの目も眼球とそれを収まる眼窩っていう部分に隙間があるので、そういう部分に入っていったりするので、よく見れば見えるんだけど普段こうやってハンドリングしないじゃないですか。こうじゃないでしょ。可愛いなって言って、でこれだとわからない時があるので、よく見れば見えるんだけど見えない時があるというのは覚えておくと良いかもしれません。でどういう時に気づくのかっていうと、さっき言ったみたいにペットシーツに黒い点があるとか、水の中に黒い点があるとか、脱皮した殻になんかどうやら目の周りとか殻の中に黒い点がある、なんだこれはというので気づくことが多いです。それからずっと水入れに入って出てこないとかも、ヘビが水でダニを殺そうとしている、落とそうとしている合図なので、そういう場合も少し疑った方がいいかもしれません。でダニってなんで発生するのかっていう話なんですが、何もないところからダニっていうのは生まれないんですね。ダニも生き物なので無からいきなりボーンと出てくるような魔法のようなことはなくて、何かしらの原因があってそれがヘビにつき寄生し増えていくという過程をたどります。どういう時にダニが発生するのかというと、外部からの持ち込みが圧倒的に多いというか唯一の理由かなと思います。基本的にヘビにつくヘビダニは人間にはつかないと言われています。また犬や猫につくダニとも種類が違うと言われていて、ダニっていうのはいろんな種類がいて、その生き物専門のダニらしいんですね。犬の血を吸うダニはヘビにはつかない、ヘビにつくダニは人間にはつかないと言われています。なのでヘビにつくダニがどこかから持ち込まれたというのが原因になるわけで、ないとは思いますけど、例えばお散歩を外でさせたとかするとつく可能性があるかもしれません。お庭があって草むらがあって、そこにはいお散歩しておいでって、そんなしないと思いますけど、愛護法的にも危ないからね、逃げちゃったりするからしないと思いますけど、やっぱりその野生生物、ヘビにしろトカゲにしろ他の生き物にしろ、野生生物っていうのは基本的に体に寄生虫がいるので、野生下には日本でも外国でもダニっていうのはいると思うんですね。それは例えばアオダイショウとか捕まえてきても同じだと思うんですが、そういう環境に仮にお散歩をさせたりとか、ちょっと置いたりとかして寄生するということはありえます。でも外でお散歩ダメですよ。これはダメですね。そうでないとすると、お迎えの時から実はいたというケースがあります。ボールパイソンはですね、日本で繁殖して増えていく子も多いですけれども、海外から入ってくる子っていうのも多いんですね。日本はダニっていうのすごい気にしますけど、それ僕も気にした方がいいとは思いますが、海外ではね、あんまり気にしないっていう人もいるわけですね。海外のブリーダーとかでは。そういう場合はダニがついたまま輸入されて、それが残ったまま購入をするということも
あるので、ショップさんでボールパイソンをお迎えされる時はこの子ダニ大丈夫ですかとか、そのケアしてくれますか一緒にとか、もし発生したらどうすればいいですかみたいなのを聞くと良いかもしれません。買った時からついているというのが、一つの経路かなと思います。そんな感じで何もないところからいきなり生まれるわけではないので、ダニが発生した場合は何が原因だったんだろう、どこからだろうということを考えて、その答えとして予想されるものを今後は防いでいくということが大事になるかと思います。ダニがついていたからといって即死んでしまうというわけではありません。ダニに噛まれたら病気の感染のリスクは上がるんですけど、例えば病気の子をそのダニが噛んで血を吸って、でそのまんまウイルスを保有した状態で別の子を噛んだら、そのウイルスの倍買のリスクが上がるので、ダニっていうのはいない方がいいですし、いたらすぐ駆除はした方がいいんですが、ダニがいるイコール即死亡とかではないので、いたらですね落ち着いて病院に連れて行くなり、あるいはこういうダニ駆除スプレーがあるんですね。別の動画でも紹介をしていますけれども、こういうものを使って割と簡単に駆除していくことができるので、慌てないで粛々と退治をしていくといいかなと思います。うちは輸入をかなり力を入れてやっているので、そしてそれはアメリカ全土だったりヨーロッパ全域だったり、いろんなところからいろんな航空会社やいろんな倉庫を通って日本に到着するので、輸入した時はこういうものを使って、ダニがいた時の駆除の仕方と同じトリートメントをして、仮にダニがいてもこれでもう大丈夫だろうという期間を経てからお迎えをしていただくようにしています。これはフロントラインという、犬猫とかにも使えるスプレーなんですけれども、3000数百円1本ですね。で Amazon で買えます。逆に普通のホームセンターとかドラッグストアでは売ってないので、ペットショップでも売ってくれるのかな、どうなのかな、こういうスプレータイプはないと思いますね。フロントラインっていろんな種類があって、首輪タイプとか点滴タイプみたいないろいろあるんですけど、こういうスプレータイプっていうのは僕はちょっと外では見たことないので Amazon で買うのが一番いいかなと思います。3500円、結構いい値段しますが、もし発生してしまった場合は必要かなと。うちは輸入のたびにこれ何本も使うので、ボールパイソンはですね生き物なので、生まれてから死ぬまで完璧にトラブルのない状態で飼い続けるということはなかなか難しいと思います。それは人間と同じですね。大事なのは、トラブルが起こりうるんだ、生き物なんだということを意識してトラブルが起こらないように最善を日々尽くしていくということと、トラブルが起こってしまった時に適切な対処をしていく、そのための知識や経験をつけていくというのが飼育においてとても大事になると思います。このチャンネルではそういった知識の共有とか経験の共有というのもしていきたいと思いますので、ぜひボールパイソンを飼育される一つの参考にしていただければと思います。当店の販売しているヘビ覗いてみたい方は概要欄にあるホームページからご覧ください。飼育やご購入についてご質問がある方は公式 LINE からお問い合わせをお待ちしています。